皆さん、こんにちは。知ればもっと旅が楽しくなる交通の世界へようこそ。なぜ JAL はあえて不便な成田空港から国内線を飛ばし続けているのでしょうか。そしてなぜ成田空港は1日3本しか JAL の国内線がないのに10カ所も国内線用のゲートを抱えているのでしょうか。本日は成田空港第2ターミナルから出発する JAL の国内線に実際に搭乗し、広すぎるターミナル設備の謎や1日数便しかないのに存在する桜ラウンジの秘密、そして国際線機材が国内線に投入される理由について徹底的に解剖していきたいと思います。当チャンネルではこうした交通インフラの裏側にあるビジネスのからくりを毎週解説しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは出発進行です。というわけで日本の空の玄関口、千葉県にある成田空港第2ターミナルにやってきました。国際線到着ロビーは大きなスーツケースを持った海外へ向かう旅行客や様々な国籍の人々で非常に活気にあふれ賑わっていますね。しかし今日私たちが乗るのは華やかな国際線ではありません。早速国内線のチェックインカウンターへと向かいましょう。巨大なターミナルの端の方にひっそりと国内線エリアが存在しています。案内板を見上げてみます。本日の国内線の出発便がわずか3便だけ表示されています。他にも成田からは JAL の便名が付与された国内線は出発していますが、その全ては LCC のジェットスターの運航のため第3ターミナルから出発しています。本日私たちが搭乗するのは JAL3083 便中部国際空港セントレア行きです。保安検査場を通過し制限エリア内へと入りました。ここからが成田空港の国内線ターミナルの少し面白いところなんです。エスカレーターに乗ると桜ラウンジの入り口が見えてきました。実はこの成田の国内線エリアにも JAL の桜ラウンジがあるんです。早速中に入ってみましょう。見てください。この広々とした落ち着いた空間を大きな窓からは明るい光が差し込み、ゆったりとした革張りのソファーがずらりと並んでいます。しかしちょっと怖くなるくらい誰もいません。見渡す限り見事なまでの貸し切り状態です。コーヒーメーカーや飲み物のサーバー、ちょっとしたお菓子も用意されていて、出発前の時間を静かに優雅に過ごすことができます。1日に数便しか出発しない国内線エリアとは思えないほど立派で充実した設備ですよね。ここで一つの疑問が浮かびます。1日経った数便しかない国内線のためになぜ豪華な桜ラウンジが存在し続けているのでしょうか。成田発着の JAL 国内線は国際線との乗り継ぎ便という性格が強いです。国際線ビジネスクラスやファーストクラスの乗客、あるいはワンワールド上級会員などが国際線との乗り継ぎの合間に利用するラウンジという性格が非常に強いのです。1日3便程度のためだけであれば、専用ラウンジは経済合理性に乏しく見えますが、航空会社選択の極めて重要な要素となるため、国際線ハブとして一体感のあるサービスを提供するために、JAL はあえてラウンジを残しているのです。一息ついたところで、搭乗口へ向かいましょう。ラウンジを出て、さらにターミナルの奥へと進んでいきます。案内板を見てください。今日利用する搭乗口、ゲート M まで、なんと、歩いて10分と書かれています。国内線に乗るだけなのに、ものすごい距離を歩かされるんですね。動く歩道を何度も乗り継いで、ひたすら奥へ奥へと進んでいきます。ターミナルの通路は、非常に長いのですが、歩いていると突然、平成初期ぐらいの景色から、いきなり最新の真新しい空間へと、雰囲気がガラッと変わるんです。なぜこのような不思議な構造になっているのでしょうか。そしてなぜ、成田空港第2ターミナルの国内線エリアには、あんなに多くのゲートがあるのでしょうか。私たちが歩いてきた果てにあるゲート M をはじめ、成田空港第2ターミナルには、バスゲート6つと、国際線とのスイングゲート4つを含む、合計10の国内専用ゲートが設けられているんです。数便のために10個ものゲートがあるというのは、どう考えても過剰設備に見えますよね。これには、成田空港の激動の歴史が関係しているんです。実は2012年頃まで、第2ターミナルの国内線はバスゲートでの運用が主体でした。私たちが歩いてきた、少し薄暗いレトロ感満載のエリアは、ターミナル開業当初の古い姿を色濃く残している場所だったんです。ところがその後、ジェットスターやエアアジアといった LCC が次々と就航し、国内線の需要が爆発的に増加しました。増え続ける便数に対応するため、2013年には新しいバスゲートや国内専用のゲートを次々とオープンさせました。そして2015年末には、第2ターミナルの南側のさらに奥へ、継ぎ足すように新しいゲートを増築したのです。元々の出発口から遠い場所に増築せざるを得なかったため、長すぎる連絡通路が誕生したというわけです。通路の途中で、突然レトロな雰囲気から、最新のピカピカな空間へと切り替わったのは、古い建物から、この新しく増築されたエリアに入ったからなんです。ここで非常に重要な役割を果たしているのが、
この新しい増築エリアに導入されたスイングゲートの存在です。スイングゲートとは、同じボーディングブリッジを扉の開閉などの簡単な操作によって、国際線と国内線のいずれにも切り替えて使えるゲートのことです。需要に応じて用途を変更できるのが最大の特徴であり、国際線のピーク時間帯と国内線の時間帯をずらすことで、インフラ投資を抑えつつ柔軟に運用する見事な設計思想が見られます。今回使うゲート N も国際線の66番ゲートと共用になっています。では、なぜこんなに立派な設備があるのに、今はガラガラなのでしょうか。実はこの増築エリアが完成した頃、主要な LCC 各社は新しくできた第3ターミナルへと、ごっそりと移転してしまったんです。その結果、この広大な国内線エリアには JAL の数便だけが残り、今のような誰もいない貸し切り状態になってしまったのです。ターミナルの端の端まで歩いて、ようやくゲート N の待合室に到着しました。周囲にはこれから名古屋へ向かう乗客の皆さんが静かに待っています。いよいよ、機内への案内が始まりました。改札を抜けて、これまた長い距離を歩いていきます。先ほど解説した通り、スイングゲートによるものですね。やっと、ボーディングブリッジにたどり着いて、自分の席に着きました。なんとこの座席、通常の国内線のシートではなく、国際線用のシートなんです。目の前には個人用モニターが完備されており、シートの質感や作りも、長時間のフライトを想定した、非常にしっかりとしたものになっています。しかし、個人用モニターの電源は落とされていて、安全ビデオの上映のみ行います。では、そもそも羽田空港という巨大な国内線拠点があるのに、なぜ JAL は膨大なコストをかけてまで成田発の国内線を維持するのでしょうか。JAL は羽田を主力国内線と一部国際線の拠点とし、成田を国際線ハブと乗り継ぎ用国内線の拠点とする戦略をとってきました。まだまだ国際線のハブは成田である以上、国内線の乗り継ぎもある程度考慮しないと、地方から海外へ行く需要は乗り継ぎの便が良い、インチョンや香港などに取られてしまいます。そこで成田の JAL 国内線は、北米や欧州、アジア各地からの到着が午後に集中し、夕方以降に出発便が固まる国際線の波動ダイヤに合わせ、特に需要が高い名古屋や伊丹などの国内線を出発させることで、到着客がスムーズに国内線に接続できるようになっているのです。加えて、先ほどの電光掲示板にもあった通り、海外の提携航空会社とコードシェアを行うことで、世界中から成田に到着したインバウンド客をこの便へと取り込み、ネットワーク全体での集客力を極限まで高めているのです。現に成田発中部行きはご覧の通り空いていますが、その折り返しの中部発成田行きはかなり混んでいました。1日を通じて均等に便を飛ばすのではなく、国際線の波に合わせて必要な接続が取れるだけの便を配置する。これが便数が少なく、限られた時間帯にしか飛んでいない理由です。こうした背景から国際線と遜色ないサービスを提供すべく、国内線なのに国際線仕様の機材を投入しているのです。機体は離陸しました。成田空港の巨大な敷地を眼下に収めながら、ぐんぐんと高度を上げていきます。さて、機体は徐々に高度を下げてきました。窓の外には、伊勢湾に浮かぶ中部国際空港、セントレアの姿が見えてきました。ドスンという軽い衝撃とともに、無事に中部国際空港に着陸しました。成田から名古屋まで、時間にしてわずか1時間強のフライトでしたが、その裏側には、JAL の壮大なネットワーク戦略が詰まっていました。知られざる航空ビジネスの奥深さを少しでも感じていただけたなら幸いです。それでは、また次の交通の世界でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。